こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回のテーマは光センサーを用いた往復歩行時間の測定と題しお送りします。今回の動画内容です。最初に光の強さを測定する明るさブロックについて、そして往復時間の測定の概要、変数の設定、初期値の設定、歩行状態の監視ブロックを設定する、往復時間を再表示するブロックについて、最後にマイクロビットで実行確認を行います。マイクロビットには光センサーがある LED ディスプレイに内蔵されています。今回のプロジェクトではこの光センサーを利用してプログラムを作っていきます。それでは明るさを数値表示するプログラムを作ります。初期状態ではこういうような形ですけども、最初だけのブロックは消しましょう。そしてずっとブロックの中に、数値表示を入れます。そして、明るさを、入力のところから取ってきます。こうすると明るさを表示します。で、シミュレーターの方ですね、こちらの方をドラッグしてやれば最大で255ですね。からこっちをずっと上に上げていくと0になりますね。0から255ということで256段階の明るさを取得することができます。で、この明るさのセンサーはですね、こっちの中央の LED のディスプレイのところでですね、明るさを感じます。これはずっとついているような形ですけども、実際はついたり消えたりということで、消えた時にLED に光が当たると、その LED に電流が発生して、そこで明るさを感知できるようになっています。はい、それではマイクロビットに今のプログラムダウンロードして、確認してみます。今明るさが41ですね。手をちょっとかざしてやると33っていうような形で、変化しましたね。でちょっと横からここで今が39、こう少し暗くすると25っていうふうに明るさが変化します。それでは往復歩行時間測定の概要について説明します。最初の設定条件としてですね、マイクロビットとライトの間に空間を設けてですね、その間を人がこういうふうに通って、ポールを折り返して、スタート地点に戻ってくるというような形で、測定を行います。この時ですね、この被験者がこのライトとマイクロビットの間を通った時はですね、光が遮られるので光の強さが変わってきます。それをスタートとして、こういう風な形で、帰ってきた時、ですね、またここで光が遮られるんですね。その時のスタートからゴールに至るまでの時間を測るというような形になります。それでその、どこの位置にあるかっていうのをこのモードという変数で、設定します。こちらのスタート前にいるときをモード0、そして、このマイクロビットとライトの間ですねにいるとき、通過中
をモード1として、そして、ここを通過後ですね、通過後ここから始まってこういう風に戻ってきて、ここで再び遮るまでの間、これがモード2ですね。で、ここにもう一回戻ってきて、また光を塞いだとき、これをモード3というふうに設定してプログラムを作ります。そして、必要な変数ですね。基準値、行き値、スタート時間、ゴール時間、モードっていう変数を用意しておきます。これについてはまた後で説明します。それでは変数モードの変化について見ていきましょう。最初に、スタート地点の前の状況ですね。これスタートをするとモード0になります。で、ここまでがモード0ですね。そして次が通過中。これがモード1。で、通過後ですね。通過後、これからモード2になってきます。そしてポールで反転して、ここまでがモード2になります。そして次にモード3はマイクロビットを通過した後ですね。これがモード3となります。このプロジェクトで設定する変数について説明します。最初に基準値です。これはマイクロビットとライトの間に何もない時の明るさを入れます。次に行き値は前述の間を遮ったと判定する明るさの最低値を設定します。スタート時間はスタート地点での稼働時間を入れます。ゴール時間はスタート地点に戻ってきた時の稼働時間を入れます。モード破被験者の位置を数値で表します。往復時間はゴール時間マイナススタート時間割る1000とします。1000ではルノはミリセカンドを秒に変換するために使用します。初期値の設定は最初だけブロックの中にブロックを配置しています。最初に変数1に10を設定します。この値はマイクロビットにプログラムをダウンロードして、ライトとマイクロビットの間を遮った時どのように値が変化するのかを確認しながら調整していきます。次に変数モードを9999とします。これはまだ測定が開始されない状態を示します。そして LED ディスプレイにスタート、プッシュ、A 表示し、スタートを待ちます。次に A ボタンの設定です。このボタンを押すと測定が開始されます。まず A ボタンの中には変数基準値を明るさにするブロックを入れます。これはマイクロビットとライトの間を遮っていない状態の光センサーの値を基準値に入力することになります。次に変数モードを0にする。このブロックによって変数モードに0を設定することによりスタート地点前にいることを設定します。次にアイコン表示ブロックにチェックマークを入れることにより A ボタンが押されたことを確認します。歩行状態の監視ブロックの設定はずっとブロックの中に書いていきます。モード変数の状態により3つのもしブロックを設定していきます。まずもしブロックの条件式がモード0の場合、スタート地点より前に被験者がいる場合の処理を書きます。次にもしブロックの条件式がモード1の場合、マイクロビットとライトの間を被験者が通過する時の処理を書きます。そしてもしブロックの条件式がモード2の場合、スタート地点通過後の処理を書きます。それでは最初にスタート地点に立った時の処理を説明していきます。もしブロックの条件式がモードイコール0なら、すなわちスタート地点より前にいる状態を確認した上でこのブロック内の処理を行います。最初にもしブロックの条件式は極値小なり基準値マイナス明るさとして、基準値から明るさを引いた値が1より大きくなった時にスタート地点に達しているかを判定します。この条件式が成立した場合の処理をこのもしブロック内に記述していきます。最初に音を鳴らしスタート地点に達した時という目印とします。そして変数モードを
1としてスタート地点にいることを設定していきます。次にスタート時間の変数の中に稼働時間を入れます。これが第1段階のステップです。次にもしブロックがモード変数が1の場合、すなわちスタート地点に来ている状態であればの処理を書いていきます。このブロックの中にもしブロックの条件式として基地代なり基準値マイナス明るさならのブロックを入れます。この条件式によりスタート地点を通過したことを判定しモードを変数を2に変更します。ゴールに達した時を判定するプログラムについて説明します。モードイコール2の場合、すなわちスタート地点を通過した後の処理ですが、もしブロックの条件式として基地小なり基準値マイナス明るさならのブロックが真である場合、つまりマイクロビットの明るさが暗くなった場合ですね。この時ゴール地点に達したと判定します。この条件式が成立した場合は以下の処理を行っていきます。最初にハートマークを表示しゴール地点に達したことを示します。同様に音でも知らせるように音を鳴らすブロックを置きます。次にモードを3にして他の処理に行かないようにします。そしてゴール時間の変数に稼働時間を入れます。次は往復時間の計算ですが、ゴール時間からスタート時間を引いて線では2秒に変換します。そしてディスプレイの表示を消し、往復時間を表示して測定を終わります。このスライドに監視ブロック全体のプログラムを表示していますので参考にしてください。それではシミュレーターで、実行してみましょう。まずは、プログラムを止めてスタートしてみます。そうするとスタートっていう文字が表示されます。そして次にプッシュ A っていうのが表示されますね。これで準備ができましたので A ボタンでスタート状態にします。そして体がマイクロビットにかかると明るさが低下します。そして通過するとまた明るくなります。そして戻ってきてまたマイクロビットにかかると暗くなります。そうすると往復時間が今表示されました。再表示するには B ボタンを押します。13.4 秒ですね。こういうような形で測定ができます。それでは今作ったプログラムをですね、実行してみましょう。まずは A ボタンでスタートですね。体が通り過ぎると音が鳴ります。そして戻ってきたときは音が鳴ります。これで往復時間が表示されました。次に再表示の B ボタン 4.03 秒ということですね。今回のプログラム作成ではマイクロビットの光センサーを利用した歩行時間の測定プログラムを紹介しました。このプログラムを変更することにより歩行時間だけでなく速度も求めることができます。またこのプログラムを活用することにより体力の衰えなどを強化する指標として測定値を扱うことができますので参考にされてください。ご視聴ありがとうございました。